おはようございます。ケンです。今日もテスラに関する最新ニュースをまとめてお届けしていきたいと思います。今回はかなりわかりやすくいいニュースと悪いニュースが混在しています。モデル Y のリコール、FST の中国展開、欧州での FST の販売モデルの変更、サイバーキャブの高効率、そしてメガパックの大型エネルギー案件、今日もぜひ最後までご視聴ください。まず最初にモデル Y のリコールです。テスラはアメリカでモデル Y およそ14,575 台をリコールすると報じられています。理由は車両に貼られている認証ラベルが欠落している可能性があるためです。このラベルには車両重量などの情報が記載されています。つまりブレーキが効かないとかバッテリーに重大な不具合があるとか、そういったタイプのリコールではありません。対象となるのは主に2025年11月から2026年4月の間に製造されたモデル Y とされています。今回の対応はソフトウェアのアップデートではなく、実際に車両を確認して必要であればラベルを貼るという物理的な対応になります。ここで大事なのはリコールっていう言葉だけで過度に不安になる必要はないということです。今回の内容は走行性能そのものに関わる重大トラブルというよりは製造工程における確認ミスに近いものだと思います。ただし軽く見すぎるのも違います。なぜなら報道ではラベルの配置を確認する自動ビジョンスキャンツールに不具合があった可能性も指摘されているからです。つまり問題そのものは比較的軽微でも品質管理のチェック体制としては少し気になる部分があります。テスラオーナーの方は自分の車が対象かどうか、これを確認することが大切になってきます。ただこちらは日本には関係ないんじゃないかなと思っております。投資家目線では今回のリコールが業績に大きな影響を与える可能性は低いと思います。ただこうしたニュースはまたテスラがリコールっていう見出しで広がりやすいので、短期的にはネガティブに受け取られる可能性があります。僕としては今回のリコールは大騒ぎする内容ではないと思います。でも品質管理っていう意味ではテスラにはきっちり対応してほしいところと言えると思います。では次に行きます。次は FST の監視付きですね。この中国展開についてです。これは今回のニュースの中でもかなり重要度が高いです。テスラは監視付きの FST が利用可能な市場として中国を含めたと報じられています。中国はテスラにとって非常に重要な市場です。販売台数という意味でも大きいですし、中国の現地ではかなり今競合がたくさんいます。その中で FST が中国で前進したっていうのはテスラにとって大きな材料です。ただしここは表現に注意が必要です。これは中国で完全自動運転が解禁されたっていう話ではありません。あくまで監視付きの FSD、つまりドライバーが常に監視する必要がある運転支援機能ということです。さらに実際に中国のユーザーにどこまで最新世代の FSD の機能が展開されているのかについて、こちらに関してはまだ慎重に見る必要があります。なので僕はこのニュースをこう見ます。テスラが中国市場でようやく FSD を本格的に前に進み始めた。ただしそれだけで中国市場の流れが一気に変わるわけではない。これが現実的な見方だと思います。中国ではすでに現地メーカーがかなり高度な運転支援機能を展開しています。価格面でもシャオミのような企業がモデル Y より安い SUV を出してきています。つまり中国でのテスラっていうのはもう圧倒的に先行している立場ではないんです。FSD を使ってもう一度差別化できるのか、ここが今後の注目点です。オーナー目線では日本でも FSD はどうなるのかっていうのが気になる方が多いと思います。ただ中国で前進したからといって日本ですぐに展開されるっていう話ではないと思います。それでも FSD のグローバル展開が少しずつ進んでいること自体は見ておくべき動きだと思います。続いて欧州とイギリスで FST の販売モデルが変更されます。テスラは欧州とイギリスで FST の買い切りオプションを終了し、月額のサブスクリプション中心に移行したと報じられています。これは一見すると地味なニュースです。でも投資家目線ではかなり大事です。なぜなら FST を一度売って終わりの商品から毎月使ってもらうサービスに変えようとしているように見えるからです。買い切りの場合は一度売れば大きな売り上げになります。一方でサブスクリプションの場合は
毎月安定した収益につながる可能性があります。ただし、ここにも注意点があります。欧州では FST が使える国や機能がまだかなり限られています。現在承認が進んでいるのはオランダやリトアニアなど一部の国です。つまりサブスク化したからといってすぐに大きな売り上げになるとは限りません。ユーザーが毎月お金を払ってでも使いたいと思うだけの価値を感じるかどうか、ここが重要になります。僕はこのニュースはテスラの収益モデルを見る上で大事だと思っています。ただし現時点ではまだ大きな利益がすぐに出るというよりは販売方法を変えてきたという段階で見るのが冷静だと思います。次はサイバーキャブの効率化についてです。報道によるとテスラのサイバーキャブは1マイルあたり 165Wh という非常に高い効率を示したとされています。これはかなりインパクトのある数字です。モデル3やモデル Y よりもかなり効率がいいとされていて EV として非常に省エネな設計になっているようです。ただここで大事なのは単に燃費がいい車が出たっていう話ではないということです。サイバーキャブは一般ユーザーが所有する普通の車というよりは走り続けることを前提にした車です。つまりロボタクシーのような使い方を考えると1マイルを走るために必要な電力が少ないっていうことはかなり重要です。車両が長時間走るほど電力コストの差は大きくなります。だからサイバーキャブの効率っていうのはロボタクシー事業の採算性を見る上で重要なポイントになります。もちろんここでも注意は必要です。効率のいい数字がすごいことと実際に商用運用で成功することは別です。量産できるのか、規制をクリアできるのか、実際の道路環境でどこまで安定して走れるのか、それはまだ見ていく必要があります。ただ車両設計としてはかなり効率に振り切っているっていうことが分かります。僕としてはサイバーキャブのニュースはテスラがどんな車を作ろうとしているのかを見る上でとても面白い材料だと思います。では次に行きます。次はテスラエナジー、特にメガパックのニュースです。メタとエンブリッジが進めるワイオミング州の大規模エネルギープロジェクトでテスラメガパックが採用されると報じられています。このプロジェクトは太陽光発電と大型蓄電システムを組み合わせたものでメタの AI データセンターへの電力供給にも関係するとされています。このニュースは FST やサイバーキャブほど派手ではありません。でも投資家目線ではかなり重要です。今 AI データセンターの需要が世界中で増えています。 AI を動かすには膨大な電力が必要です。そして電力を安定して使うためには蓄電システムも重要になります。その中でテスラのメガパックが採用されるっていうのはテスラエナジーにとって非常にいいニュースです。テスラというとどうしても車の販売台数や FST に注目が集まりがちです。でもエネルギー事業も静かに大きなテーマになっています。今回のメガパックの話はオーナーの日常には直接関係しないかもしれません。ただテスラ株を見ている人にとってはしっかりチェックしておきたいニュースだと思います。では最後にモデル Y がノルウェーで10万台登録を突破したというニュースです。これは今日の最初に取り上げたリコールと対比すると分かりやすいです。アメリカではモデル Y のリコールが出ました。一方でノルウェーではモデル Y が非常に大きな登録台数のマイルストーンを達成しています。つまり短期的には品質管理の課題が出ることもあります。でもモデル Y っていう車そのものの人気や存在感はまだかなり強いということです。特にノルウェーは EV 先進国なのでそこでモデル Y がここまで普及しているっていうのはテスラにとって大きな実績だと思います。悪いニュースだけを見ると不安になります。でもいいニュースだけを見ると楽観的になりすぎます。大事なのは両方を見て今テスラで何が起きているのか、これを冷静に判断することだと思います。はい、では今日の内容をまとめていきます。まず、モデル Y のリコールはネガティブ材料です。ただし、ブレーキやバッテリーの重大不具合ではなく、認証ラベルの欠落という比較的軽微な内容です。とはいえ、品質管理の面では気になる部分があります。次に FST の中国展開は大きな前進です。ただし完全自動運転ではなく、あくまでドライバー監視が必要な監視付きの FST です。欧州では FST の買い切りが終了し、サブスクリプション中心に移行しています。これはテスラの販売モデルの変化として注目です。サイバーキャブの高効率はロボタクシーの運用コストを考える上で重要な材料です。そしてメガパックは AI データセンター時代の電力需要に関わるニュースとして投資家目線では見逃せません。
全体として今日のテスラはいいニュースと悪いニュースがはっきり混ざっています。だからこそどちらか一方だけを見るんではなくってニュースごとに意味を分けてみるっていうことが大事になってくると思います。リコールは品質管理の課題、FSD は展開の前進、サイバーキャブは効率の証明、メガパックはエネルギー事業の広がり、こうやって整理をしていくと今テスラで何が起きているのか、これが少し見えやすくなってくるんではないかと思います。はい、では最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は上昇し現在425ドルとなっております。なんだかんだ今週は上昇で終えそうな感じがしております。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。皆さん、車での移動中や充電ステーションでの待ち時間、ネット環境ってどうされていますか？スマホのテザリングだとバッテリーも減るし、ギガも気になりますよね。そこで最近僕が使っているのがモビリティ Wi-Fi、モビファイというサービスです。これ何がすごいのかっていうと、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天の4つの回線を自動で切り替えてくれるんです。つまり走っている場所に合わせて、その時一番強い電波を勝手に掴んでくれるんです。しかもデータ容量は1日 33GB、月換算で約 990GB です。実質使い放題みたいなものです。これで月額4180円税込みで、端末代も初期費用も0円。車移動が多い方や車内で動画をガンガン見たい方にはかなり合理的な選択肢だと思います。車専用の固定式ではなくて持ち運びできるバッテリー内蔵型なので、車から降りてカフェで作業するときにも使えます。これからのカーライフ、これをアップデートしたい方はぜひ概要欄のリンクからチェックされてみてください。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。